はい、本日はこのグラスホッパーですね。なんかいつもこちらって出すんですけど、サムネとタイトルで分かってらっしゃると思うので、これからはもう出しっぱなしスタイルでいこうと思います。ということで今回はこのマシンを組んでいこうと思うんですけど、やっぱりグラスホッパーには強い思い入れがある方も多いんじゃないでしょうか。1980年代の初め頃は各社の RC カーがどんどん進化していくとともに、アルミや FRP などの素材をふんだんに使用し、性能面を向上していく中で、どうしても組み立ての難しさだったりコスト面でも高価になってしまう傾向。そんな中、あえて徹底した簡素化をしながらも丈夫で RC カーの魅力を楽しめて、なおかつしっかりコストを抑えて1984年に登場したのがこのグラスホッパーですね。頑張ればお年玉やお小遣いでも買えるお値段とフレンドリーな380モーター、オイルダンパーを使用しない足回りでありながらも十分な操作性で、組み立ての難易度も優しく、入門用 RC の代名詞的な存在となった革命児とも言えるマシンとなっております。ちなみに私的にも今年1台目のグラスホッパーですね。やっぱりコアなタミヤフリークとしてはですね、ラジコン屋さん行って今日は買うもんないかなって思ったら、とりあえずグラスホッパー買って帰るみたいな。で、1年に 1,2 台は組み立てる風習ありますよね。知らんけど。まあそんなこんなで今回はこちらのマシン楽しく組み立てていこうと思います。テイクパカーン。実家のような安心感出していこう。まずは A パーツ、フロントの足回りとショック関連。 B パーツ、サーボセーバー。 B パーツはギアボックスとリアの足回り。 C パーツはサイドガードとバッテリーカバー。 Z パーツはおなじみのドライバーさんとライトポット。 F パーツと R パーツが2セット。ホイールですね。それからタイヤ。そしてこちら開けよう。メインシャーシとボディですね。最初から白いボディなのでステッカー貼るだけでそれっぽく仕上がるといいですよね。この辺も優しいポイントですよね。あとはこの箱、これも開けていこう。パカン。箱の中身はフロントバンパー、スプリング袋詰めって言ってもカウンターギアとかアップライトとかも入ってるけどね。ギア袋詰め、デフですね。こちらはロッド袋詰め、ドライブシャフトとタイロットが入ってますね。メタル袋詰めって書いてあるけどメタル1個しか入ってないね。パーツバッグは A、B、C、D。 ただこのマシンの場合組み立て順ではないやつですね。でこれも開けますか。380モーター、これがねグラホの特徴とも言える部分ですね。優しいパワー。これで小箱の中身は以上で、あとはアンテナパイプと説明書とステッカー。以上。この部品点数の少なさがやっぱ魅力的ですよね。少なければ品質も安定して作業ミスも減らせて、コストも抑えれて軽量化にも貢献しますからね。そしてコストも下げれて、たくさんの方々に受け入れられる価格で販売できるっていうね、素晴らしいですね。ということで今回もプラベアリングはボールベアリングに交換しつつ、ビス類も交換しながら組んでいこうかな。それではありがたくいただきます。まずはリアシャフトの取り付けからですね。いつものごとく説明させていただきますと、この BB とか BM とかが、この部品がどのパーツバッグに入ってるかを指してます。なので BB だったらバッグ B、 BM だったらメタル袋詰め、 BD だったらバッグ D っていう感じですね。ということでやっていくよ。一旦パーツを切り出して並べてみました。本当は説明書に出てくるたびにカットした方がパーツをなくすリスクを減らせるので、普段はこうはしないんですけど、ちょっとね改めてパーツ点数を視覚で感じたかったのでね。めっちゃシンプルですよね。これでホイールがワンピースだったらさらに減りますからね。多分プラモデル屋さんだからできたことなんでしょうね。はい、やっていきましょう。
はい。では、メカ類が登場しますね。ということで、今回もおなじみのこちら、サボックス SC1251MG とホビーウィングクイックラン1060。ただこの ESC ですね、説明書には太陽モーターが540、550って書いてあるんですよね。でもよっぽど余裕が出るだけだと思うので大丈夫でしょう。ということで、こちらを搭載します。やっていこう。はい、完成です。ボディは全く塗らず、ステッカー貼っただけでこんな感じ。塗らなくてもしっかりグラスホッパーしてますよね。このいかにもバギーっていうスタイル。自分で組み立てるワクワク。改造したいなって思わせてくる構造。そして極めつけに7400円というコストパフォーマンス。1980年代前半って当時 RC カーレースが本格化して子供たちがラジコン欲しいってなってもどれもこれも1万円を上回ってて我慢するしかなかった中でですよ。しっかり本格 RC の要素を満たしつつちょっと頑張れば買えるっていうお値段でこれを発売したのはタミヤさんさす
すがですよね。グラスホッパーが登場する前のマシンたちと比べてみると、こちら1982年12月登場のファイティングバギーと、そこから1年後1983年12月登場のマイティフロッグで、そこから半年後の1984年5月に登場したのがこのグラスホッパーですね。でこの3台ホイールベースはほぼ一緒で、トレッドはマイティフロッグのフロントは若干広めですが似たような感じなので、タミヤさん的にはファイティングバギーの時点でバランスはこんな感じが最良だったんでしょうね。ファイティングバギーは構造面から見ると、フロントがトレーリングアームでリアがスイングアクスルなので、こういうバギーが活躍してるモータースポーツで、バハ1000っていうオフロードレースがあって、旧車のワーゲンやポルシェをベースにしたマシンが出場してるんですね。その点を含めるとファイティングバギーは実車感を重要視してる感じですよね。そしてマイティフロッグでは樹脂パーツをメインにして壊れにくさを大事にしつつ、シンプルで路面追従性とか荒れた路面でのトラクションのためにリアはトレーリングアームで、もっと旋回性というか操縦性を高めたいというところで、フロントにダブルウィッシュボーンを採用して RC カーとしての走行性能を向上させて、でグラスホッパーで目指したのはとにかく親しみやすさなんでしょうね。性能向上っていうよりも、いかに性能や耐久性を保ったまま構造をシンプルにして部品を減らしていくかっていうところに特化した感じで、リアはまるでマイティフロッグのリア周りをまるっと一つのユニットにしたような形状でリジットアクスル化で、フロントはタミヤさん曰くスイングアクスル式なんですけど、スイングアクスルってアクスルシャフトがアームを兼ねてる構造のはずで、かといってショックとナックルが直接つながってるわけでもないので、ストラットでもないんですよね。なのですんごい極端なセミトレーリングアームが正解な気がする。余談はさておき、ギャンバー変化は致し方ないという考えで、頑丈そうな一本のアームがスイングするだけの構造ですね。そんな感じでしっかりと削るとこ削ってるのに、この佇まいですよ。かっこいいですよね。ただ安くしたんじゃなくて、たくさんの人に触れてもらって、さらに RC カー好きになってほしいっていう意気込みが伝わってきますよね。だからこうやって見てると泣きそうになってくるな。で、元のお値段が高かったり、入手性が良くないと大人でさえ大それた改造するには手を出しづらいと思うんですけど、これだけしっかり出回ってて、しっかりラジコンの魅力に取り憑かれてる人から見たら、かなりお優しいお値段でもあるので、ちょっと手の込んだ改造だったり、やったことない塗装を試したりっていうところでも活躍してくれますよね。私もカスタムらしいカスタムを施した初めての RC カーは、このグラスホッパーでこんな感じになっております。定番としては4読サスペンション化が人気だと思うんですけど、ホーネットエゴのパーツを使うことで4読化もしやすいので、説明書に書いてないことをやってみるっていうワクワクをぶつける相手としても、グラスホッパーはとっても優秀なマシンですよね。ちなみに今回購入したこのロットだと、ホーネットエゴから採用された薄くて組みやすいホイールに変わってましたので、さらに組みやすくなってると思います。グラスホッパーは絶対的な入門向け RC カーっていう立ち位置と、オリジナルカスタムの自由度という器のでかさで RC カーオーナーをドカッと増やしたある種の立派なレジェンドマシンなのではないでしょうか。今でこそ選択肢も増えてるので、一概に初めてはグラスホッパーっていう時代ではないかもしれませんが、それでなくても不思議な魅力があるマシンですよね。実は今まで買ってもすぐ改造しちゃって、ちゃんとノーマルで走らせたことがほとんどなかったので、走行比較が楽しみですね。ということで今回はここまで。あざした、終わりー。